もしあなたの外反母趾が痛みのないものだったとしても、その外反母趾を放っておいてはいけません。なぜなら、足の骨組み自体が緩んでしまっているからです。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家、中島武史です。この頃この動画を日本以外の方も見ておられる方が多いので、どんなことをしている人間が喋ってるのかなと思った方は、下にある概要欄をご覧いただいたら、翻訳付きで私がどんなことをしている人間かというのが出ているので参考にしてください。今回の動画は痛くなくても外反母趾で治さないといけない理由ですね。よく痛くないからほったらかしにしてるっていう人すごく多いと思うんですよね。でもこの痛くないのっていうのはすごい危険で、痛くない病気なんて山ほどあるんでね。で、痛くなかったらほったらかしにしてるけれども、例えば肝臓病なんていうのは痛みが出る頃には手遅れだ、もうその時にはすでに遅いなんていうことが往々にしてあるやつです。ですから外反母趾も痛くなくても体全体に問題が出ているというのを今回きっちり説明するので、もしもご自身の足が外反母趾気味だったとすれば、これに注意していち早く治すのに取り組んでいただいたらいいんじゃないでしょうか。では内容です。まず、なぜ痛くなくてもほっといてはいけないのかですね。外反母趾で、外反母趾によって足の骨組みはどう崩れているのかで、どうすればいいのか。今回の動画をご覧になることで、あなたは外反母趾がもたらす問題の本質というのを理解して、痛くなくてもなぜ治さないといけないのか、どこまでの影響が外反母趾で出てしまっているのかというのを理解することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。私は世の中に正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube が拡散されるかどうかっていうのは皆さんの押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数によって決まるみたいなんですね。ですから皆さんがもしもこの動画有益だなと思っていただいたら、チャンネル登録や高評価、またこの頃外国の方もいっぱいコメントくださっててありがたいんですが、コメントなんかも入れていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。ではなぜ痛くなくてもほっといてはいけないのかですけど、これも先ほどちょっと言ったんですけど、もうちょっと皆さんにピンとくる言い方、それがピンとこなければ多分取り組まないし、もしも皆さんのご家族や娘さんなんかで外反母趾の方がおられたら、こういう言い方をしてあげたらいいのになと思うんですけれども、例えば皆さんがマンションを借りるか買おうかとしようとしますよね。例えば15階建てのマンションの1階が熱でなんかぐにゃーっと潰れてたとしましょうか。で、そうしたらそのマンション、例えば案内してくれる人が、これちょっと熱でぐにゃーっと曲がってますけどね、まだ悪くなってないし、雨漏りも問題も起きてないから行けますよって言ったとして、そのマンション選びます？選ばないですよね。なぜかというと、まだって言ってももう明らかに形的に問題があるということは絶対に影響はあるから、そのうち出てくるのはもう分かりますよね。だから多分皆さんはもっと形のまともなマンションを選ぶと思うんですけど、足も同じで、形が崩れてるにもかかわらず上ですね、皆さんの体全体にそれが影響を及ぼさないわけがないんですよ。でも影響が出てないと思ってらっしゃる方は、その影響が毎日のことなんで気づかなくなっていってる可能性がすごく高いですね。で、痛みみたいな分かりやすいものがあればいいんですけど、痛くないものとか、もしくはそれが足のせいで来てるって分からないものもたくさんあるんですね。だから痛いからやる、痛くないからやらないという視点はもうちょっとやめておいた方がいいですよね。そもそも皆さんもご存知のように、例えば糖尿病にしても高血圧にしても肥満にしても痛くないですよね。痛くないけれどもその体はどんどん蝕まれていくから、それが影響が出ますよね。特に糖尿病なんかひどくなったら痛くなくなりますからね。私の知ってる患者さんで糖尿病に気づいたのが、自分の足の上に重い鉛筆削りを落として痛って言おうとしたのに、あれ痛くないっていうので気づいたみたいですね。もう神経が壊死したみたいで、病院行った時にも重度の糖尿病だったと。そういうこともあるので、外反母趾も痛くなくても注意するのはそういう理由だと思ってください。では外反母趾は足の骨組みに対してどういう影響が出てるのかですね。痛くないっていうのはちょっとこれは個人差もあるので、痛みの感じ方も個人差があるし、筋力とかによってもどの辺までで痛くなるのかはちょっと変わってくるので、それはちょっと置いときましょうか。じゃあ皆さん共通で出てるのは足の骨組みに影響が出てるんですよね。で、どういう影響かというと、外反母趾というのは皆さんご存知のように親指のところが横に出っ張るんですけど、正確に言えば皆さんが誤解しているのは、親指が内に食い込んだ病気だと思ってらっしゃる方がおられるんですが、そうじゃなくて足の母指球のところですね、親指の下のところが横に広がった結果角度がついているという病気なんですね。だから外反母趾の方は横幅がどんどん広がってるはずですね、昔よりも。
それはだから靴の横が当たっちゃうのよとかっていうのでよく分かっていただけると思います。でこの横幅が広がってるということはここばっかり気にしてるけど中はどうなってるのかって考えてほしいんですよね。中はねこの写真見ていただいたら分かるんですが、まず足の指と指の間も骨の隙間が広がっていってるし、もう一つ怖いのは赤丸のとこですね。足首の中ですね。見比べていただいたら正常な方は足首の骨のところもガチッと組み合わさってて丈夫そうですけど、この外反母趾の方の足首の中見ていただいたら骨が緩んで隙間が空いてきてるのが分かりますよね。そうなんです。足の横幅が広がっていってるということは骨が緩んでいってるということなんですよね。で骨が緩んでいっているということはその足は丈夫で安定しているでしょうかということになってくるんです。当然ですが丈夫で安定はしてませんね。グラグラです。もうこれは私はその専門の治療院やってるんでよくわかるんですが、本当に普通のこのまともな骨組み、がっちり締まった骨組みの人と比べたらものすごいこけやすいですね。だから外反母趾の方は上げたつもりの足が上がりにくいとか、何もないとこでよくつまずくとか、電車とかはつり革とか持ってないとすごい揺れてこけそうになるとか、そんなことはよくあるはずなんです。でそれは年いったからかなとか筋力が落ちたからかなとかそんなんじゃないんですよ。そもそもあなたの足の骨も緩んでいって骨組み外れていってるからね、それは無理ですよっていう話なんです。そうすると仕方がないから余計に踏ん張ろうとしますよね。だから外反母趾の方たちは足がものすごく早く疲れるんです。ぐらつきをなんとかしようと思ってものすごく早く疲れるし、むくむし冷えるしね、力を入れる分だけ変なとこばっかり太くなるんですね。ふくらはぎとか太ももの前側とかね、膝の内側とかばっかり太くなってしまって、しかもなんとかぐらつきをバランス取ろうと思って姿勢全体がぐにゃーっと曲がってきます。だからお腹が出て背中が丸くなって首が丸くなるような形になっていきますね。だから女性なんかでこれすごく残念なのが、姿勢気をつけようと思ってる方はそもそも姿勢の一番下が足なので、足の骨組みがガッチリにならない限り姿勢なんか絶対に良くならないんですよ。だから皆さんのお嬢さんとか娘さんがもし姿勢悪かったら、そのお嬢さんは絶対に足組の骨組み緩んでますけどね。下から大体崩れてますから。で外反母趾だけど私関係ないわと思ってる人は、例えばあなたのお腹が出てるのとか、あなたの猫背とかはじゃあ足から来てるんかもしれないですよっていうのが言えるわけです。当然腰痛や肩こりっていうのにつながったりしますね。で足の骨組みが緩んでて安定感がないということは、歩く時の衝撃がそのまま上に上がってくる、足で殺せなくなるわけですね。足で衝撃を吸収できなくなるから膝や股関節が痛くなったりします。膝痛いのは太りすぎたからかなとかね、股関節が痛いのはもう生まれつきやから一生なのかな、でこれ違う場合すごく多いんですよ。それは外反母趾をほったらかしにしてるから、足が足としての機能を果たしてないっていうことが言えたりするわけです。裏返しで言うと、私は外反母趾の専門なんで外反母趾を何千人治してきてますけど、外反母趾がそうやって治っていって骨組みが締まっていくとすごく安定してきます。そして膝や股関節もすごく楽になるし、まっすぐした姿勢で立ってるのがすごく楽になりますね。立ち仕事とか歩き仕事の方がこんなに楽になるんやったらもっと早く知っとけばよかったってよく言われますからね。ですからそれぐらい外反母趾で緩んでしまった足の骨組みというのは全身の症状に影響していると思ってください。最後まであなたが自分の足で歩けるかどうかというのはそこにすごくかかってるんですよね。ではどうすればいいのかですけど、まず一番最初は痛くなくても気にするというところからなんです。気にするというのは具体的に言えば外反母趾の角度を測ってみたりとか、よかったら私スマホで測れるアプリを協会で作ってるので、この動画見ていただいたら使い方とかも出てきますんでね、こちら使ってみていただくといいんじゃないでしょうか。他には横幅、足の横幅を測ってみるっていうのも大事ですね。調子が良かったら足は締まっていきますし、悪くなっていけば広がっていきます。その結果外反母趾とかになるのでね。デジタルノギスなんていうのが普通に売ってます。デジタルでこれビーッと横に当てたらこうすれば何センチ何ミリというのが出てくるようなやつがあるので、そんなの一つ1000円ぐらいであると思いますんでね、買っといて適宜測っていくと、最近負担がなくなってきたから横幅減ってきたなと思ったらすごくやる気が出てきたりしますので、だから痛いからとか痛くないから関係なく、足も体重なんかと同じようにいろいろ興味を持って測るというのが最初だと思います。で具体的にどういうことをすれば良くなっていくのかというと、一番は歩き方で足っていうのは負担をかけすぎてて、歩き方を変えれば足の負担が減っていくというのがもう分かってます。
ですから私たちは歩き方の改善で外反母趾や魚の目や巻き爪やそういうものを改善することができるようなその活動をしてるんですね。私たちはその歩き方をゆるかかと歩きと言ってるんですが、このサムネイルのシリーズの動画を見ていただくとそのゆるかかと歩きというののやり方が出ています。取り組んでみていただいて、測って取り組んで測って取り組んでってしてると、足が改善していくなというのが分かってきます。ちょっと横幅減ったぐらいで体感的に自分がすぐ分かるかというと、これは敏感な人じゃないと難しかったりするんですが、測ったりしてるとそれに嬉しくなってきますしね。それが半年1年経ってくると、そういえばこの頃肩こりしないなとかね、そういえばこの頃膝痛いのマシだなっていうふうに変化に気づくと思いますんで、取り組み続けていただいたらいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。痛いから治す、痛くないから治さないっていう考え方はすごい怖いんですよね。基準がすごく主観で曖昧なので、痛みもこれぐらいの痛みだったらもうちょっと我慢できるかっていうふうにしてだんだん自分で変えていってしまうのでね。だから外反母趾とかの場合は特に数字で角度とか横幅でも基準があるのですごく分かりやすいですし、そのあたりは血液検査なんかと同じような感じでね、自分の主観的な痛みや痛みじゃないところで判断せずに足の健康もちょっと考えるようにしていただいたらいいんじゃないでしょうか。